京都大学で、学生寮の運動とか、社会科学研究会みたいなことをやってて、理学部でね地質学鉱物学教室やったんですよね。運動をいろいろして原発のやつとかをやってたんですけど、止まらなかったですよね。再稼働反対っていうのも、いろんな運動をやってたんですけど、運動の中で力を持ってるというか実行力があるっていうかっていうようなものは何かなっていう時に、やっぱ関西でいろいろ運動やってたら環生とのつながりって出てくるんですよね。実行力があるっていうことは、やっぱり環生支部が労働者の生活を守ってるっていうところにすごく大きいなって思いました。いろんな、反原発の運動とか、改憲に反対するっていうこと、いろんな運動がありましたけど、やっぱりそれとは別にみんな生活があるわけですよね。でその生活が苦しくどんどんなっていってる中で、環生は労働組合がその生活の基盤を守ること自体が運動であって、その上にいろんな活動っていうのが乗っかってくるんで、やっぱり強いなって思いましたね。僕はね全くなかったんですよねそれは。学生運動やってたから自分の家にガサ入れが来たこともあったので、みんながすごく萎縮していってて、それはやばいなっていうことは思ったんですよね。やっぱり権力もよく組織を見てるから、キーマンになる人から順番にやっていくわけですよね。やっぱリーダーシップがなくなっていくわけですよね。でそういう時にもうこんな状況でどういうふうな方針出していったらいいのかっていうのはやっぱりすごく難しかったんやろうなというのは末端から見てても思いました。で僕は思うことは言える場面では言ってたんです。ただそれをじゃあ先輩組合員方に言ったところで、そんな入ってきたばっかりのペーペーに何の説得力っていうかないですよね。だから役員になったのが2019年の11月、副委員長から声がかかって「平田君ちょっと次役員どうや」っていう話があって「分かりましたやります」と。役員っていう話が来たからそれはなりたいなと思ったんですけどね。もうこの状況でちょっとでもものを言っていけるような立場になりたいなと思ったんで、ね、世の中が変えられるかどうかっていうのはそんな僕がちょっと頑張ったぐらいでは変わらないとは思うんですけども、でもここにいてなんか全身全霊いろんなことをやるっていうのはすごく充実感があるし、そこでできる仲間っていうのはもうあんまり自分を飾らずに素で付き合いをできるし、信頼関係を作ることができる。だからそれは今こういう弾圧された組織にいるっていうのは大変なことでもあるけども、何の偽りもなく真っ当にやれることやなっていうような感覚は持ってます。僕が思うのはまずちゃんと労働組合が労働組合としてあり続けるっていうのが最低スタートラインやと思うんですよね。まず僕らがもう今賃金もらって生活できてるのはもう組合あってのことだし、これ戦いあっての生活だと思うんですよね。まずそうやって戦うことでちゃんとしたある程度の賃金労働条件っていうのを確保してるっていう実態がまずものすごく大事で、やっぱり戦い続けることでその火を絶やさないことがないとまた広がることもないとは思うんですよね。その価値を分かってくれる人もいると。だからいいもんをちゃんとやり続けることですよね。もう戦いに妥協しないっていうようなことをやり続ける。